やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、7Hz ソナス、1万円で一発のイヤホン、ちょっと贅沢して、ちゃんとしたものを買う、そんな風に考える人は多いはず。しかし、こういったマニアックな商品って、〇〇を何々するともっと音が良くなるんですよ。とか、リケーブルすると音が化けるんですよ。といった、怪情報に踊らされて、ズブズブと沼に落ちていくことも多い。1万円でいいイヤホンが欲しい、という人は、そりゃもう、1万円ぽっきりで幸せになりたい。という人がほとんどのはず。今回紹介する 7Hz ソナスを発売した、7Hz も、ほとんどのイヤホンで、リケーブルやイヤーピース交換で音が変化した、という評価が多い。このブランドで一番僕がお気に入りなのは、12mm と 10mm のダイナミックドライバーを掛け合わせた、圧倒的低音の表現力を持つ、7Hz レガトなんだけど、レガトは付属のケーブルが本体と相性が悪く、実は、リケーブルしないと、本来の抜けるような高音域が聞こえない、という、実はレガト単品では完結しないイヤホンだったりして、そこら辺の事情に理解を示せる人にしかおすすめできないモデルだったりもするんだな。ところがどっこい。今回登場した、ソナスは、そんな、いいものは作るんだけど、ちょっとわかってるともっと良くなるブランド、7Hz というイメージとは正反対、割と中央値から外れた個性的なイヤホンを作ってた 7Hz としては、かなり異例の、単品で完結するパッケージと、誰にでもおすすめできる納得の1万円クラスとして登場したぞ。早速開封しながらその仕様を確認していこう。7Hz のパッケージは、その時の気分ででかくなったり小さくなったりするんだけど、今回は1万円クラスのパッケージとしては平均的な大きさ。大きい時には、箱の中にみちみちにでかいポーチが収まってたりするんだけど、今回はソフトポーチが付属するぞ。内容物は、イヤーピースと、交換用フィルタ。フィルタは意外に剥がれ落ちてしまうことがあるので、予備があると安心感があるな。それから、付属ケーブルは最初から本体に接続されている。本体は、フェイスプレートが金属製、耳に接触する本体部分が樹脂系素材。そして、内部には 10mm くらいの平均的なサイズのダイナミックドライバと、それから、BA ドライバが確認できる。BA はノズルから交代した部分にあって、BA とダイナミックドライバが横並びに配置されているぞ。付属ケーブルが結構特徴的で、フラットに4つの芯が横並びになった、昔の PC の内部配線みたいなフラットコード。このケーブル、見た目が特徴的なだけじゃなくて、ケーブル線材は単結晶銅を採用した銀メッキ線。このケーブルによるバフの影響で、ソナスは開封時から非常に明瞭な輪郭を持ったサウンドとなっている。プラグ部分はフラットにピンで、いろんなイヤホンと互換性があるので、もし、他のケーブルをテストしたくなったら、簡単にリケーブル対象を探すことができるぞ。価格のためか、ケーブルはアンバランス接続、3.5mm のみの設定となっているけれど、ハイブリッドドライバでもともと明瞭感の高いサウンドなので、アンバランス接続でも全く不満は感じなかった。ソナスのダイナミックドライバは 10mm 程度、と言ったけど、実際にはよく使われる 10mm クラスより一回り大きな 11.3mm。ドライバは少しでも大きければ、大きく音に影響があって、低音域側の臨場感に優れるぞ。実際、10mm のダイナミックドライバーを採用している、低価格モデルと比べて、少し自然で余裕のある鳴り方、ゴリゴリのインパクトを耳にねじ込んでくるタイプのイヤホンではないんだけど、調和した、余裕のある鳴りを楽しむことができる。ただ、でかいダイナミックドライバーは、その分、細かいことが苦手。いや、苦手ってことはないんだけど、得意範囲は、大きければ大きいほど、低音域側に寄っていく。そうなると、高音と低音の臨場感がはっきりと分離してしまって、うさんくさくて楽しいイヤホンになりがちなんだけど、ソナスは全体に解像感が高く、くっきりとしたサウンドが楽しめる。これはなんでかっていうと、実はケーブルがいいものを使ってるところが大きかったりする。単結晶銅仕様の付属ケーブルから、より安価で一般的なグレードのケーブルに変更すると、ソナスは全体に音色がスローになり、高音域側の張りを失うんだよな。つまり、この価格帯ならではの付属品も合わさって、ソナスは完成している。というわけ、より貝の銀メッキ線なんかと組み合わせると、全体に分離感や解像度が低下する印象があり、付属ケーブルが程よく最初からイヤホンに適合している、というのがソナスの強み。イヤーピースもしっかりとした作りのものがついてくる。ノズル部分と傘部分のシリコンの弾力なんかがしっかり異なるタイプだ。なので、ソナスは、最初からイヤホンの部品全体が、うまくマッチしていて、しっかりと、本体の性能を引き出せるイヤホン、というわけ。弱点らしい弱点もない。強いて言えば中高音域あたりの密度感は少ないかな？とはいえ、これは 1BA1 ダイナミックドライバ機全体の特性みたいなもんだから、そういうもんだ、と納得するようなレベルの話だな。
ソナスの高音域は、程よく BA によって強調された輪郭が良い仕事をしている。より BA が前面に出てくるタイプのサウンドより自然で、そして、ウォームになりすぎない程度に盛り上がっている、程よい高音域だ。中音域もウェットで、しっかりと生物の発する音から、楽器までこなせる、1BA1 ダイナミックドライバのハイブリッドらしい。明るく、しっかりと整理されたサウンドだけど、中低音域くらいに接続されるくらいまでの音域は、しっかりと自然で、1ダイナミックドライバー 1BA って不自然な音の切り替わりがあるから苦手なんだよな。という人にも、全く心配しないでおすすめできる完成度だ。低音域、ソナスの低音域はことさら強調されている感じではなく、また、密閉された空間でゴリゴリ流し込まれる感じもない。全体にスケール感があって、自然に聴ける。それでいて、しっかり臨場感のある音色だ。強調されすぎていないけど、確かにそこにいる存在感のわかる低音域だな。コンセプトが近いものだと、ドライバで隠して強くすや強い小でおなじみの、KZZNA なんかは、コンセプト的には近いものの、あちらはわざとらしい開放感や音のキレを重視していて、ソナスほど再生できる曲の幅が広くない、空気感、空間表現、全体の音色の接続などなど、そういった面では圧倒的にソナスの完成度の方が高いな。ZNA は完成度云々以前に楽しいことが大事なので、単純比較が難しい2台だったりする。同価格帯の機種のうち、ハイブリッドで印象に残っている機種が3つある。7Hz ソナスと同じ、1万円クラスのDRN-TAH-MAX ベリリウムメッキ 10mm ダイナミックドライバ BA と、それから、同じく 1BA1 ダイナミックドライバ構成で、しっかりと人気のある1万円クラスレトシャオアーガリレオだな。この価格帯の 1BA1 ダイナミックドライバは完成度、個性ともに優れるが、ソナスはオーソドックスに仕上がった 1BA1 ダイナミックドライバという印象。例えば、他社製品は、ベリリウムメッキで独特の響きを獲得していたり、あるいは、ガリレオの場合、全体に軽快で抜けの良い調整になっていて、それがガリレオ自体の魅力ともなっている。そう考えるとソナスは中途半端なのか？これが中途半端であってたまるか？高音、中音域、低音域と、妥協のないバランスとなっていて、3000円クラスの変なところも愛嬌な世界観から、一気にハイレベルな完成度を体験できるだろう。また、完成度の高いイヤホンは、同時に面白みを失っていることも多いけど、ソナスについてはしっかりと分離感や、11mm 超のドライバによる低音側の奥行きなど、しっかりと聞き込める優しさと、ハイブリッドらしい弾むサウンドのバランスの中間をとっていて、1万円で1本良いもの、という需要に、ベストバランスで応じてくれた1本、という印象があるぞ。このイヤホンを近い価格帯で比較すると、例えば TRN-TAH-MAX と比較すると、あちらの方が全体に派手で、わかりやすいドンシャリバランス、ソナスの方が広がりのあるサウンドで、強烈すぎないけれど存在感のあるベースを持つ、この文章だけで、ある程度性格の違いがわかるんじゃないかな？それから、このイヤホンのライバルとして個人的に印象的なのが、レトシャオアーガリレオ。ガリレオは全体にもっと軽快で、低音域の量感もソナスほど強力ではない。ただ、ガリレオはより空間に開放感があって、響きが歯切れよく切り替わるのが印象的だな。ソナスも十分な空間の広さを感じるけど、ガリレオの抜けは別格だ。こういった、得意なポイントでは、より優れたイヤホンがある一方、どんな時にもしっかりと、そして安定して聴けるイヤホンというのは、ソナスが最も向いているんじゃないだろうか。というわけで、1万円を下回り、最初から高品質な付属品が組み合わさり、さらに、どんなジャンルでもこなせる汎用性があり、完成度があるソナスは、しっかりとおすすめできるイヤホンの一つだ。1万円、普段とちょっと違うイヤホン、でも失敗をしたくない、あるいは、程よい価格の上級機で、外に出歩く時に便利なものが欲しい。そんな時に、ソナスはあなたの第一選択肢に浮かび上がってくることだろう。おすすめだぞ。といったところで今回はここまで。